中底が見えてる状態ですね。アッパーは完全に形状記憶してますね。はい、こんにちは。今日はこのシルバノラッタンジュの靴をね、分解します。この前ね、このシルバノラッタンジュの紹介とどんなことをしていくかを動画にアップしたので、ぜひね、よければ見てください。じゃあ、やっていきますか。よいしょ。今回ね、左足だけ分解していきたいと思います。最終的にはどっちも分解するんですけど、今回は片っぽだけやっていきます。いや、名残惜しいですけど、頑張ってやってみます。分解はね、主にソール周りなので、どんな感じになっているか先に説明しておきますと、まず先にばらしていくのはこのかかとですね。かかとは革でこう何枚か積み上がってまして、一番上にこのゴム付きのねトップリフトが貼ってあります。これを取って、その次ソール、これね出し縫いかかってるんですよ。ここ底縫いがしてあるので、今ここは糸見えてないんですけど、今このねドブ伏せしてあるので糸が見えてないんですけど、この中の糸を切っていってソールを剥がします。でこの靴ソールがダブルソールになってますね。アウトソール、ミッドソール、ウェルトっていう感じでソールが2枚重なってるので、ソールを2枚剥がして、でウェルトはすくい縫いされてるので、そのすくい縫いを切ってウェルトを取っていくとアッパーがねばらせていくという感じになっていくと思います。ちょっとこのインソールとかを剥がしますね。これちょっと僕フィット感のためにこの単パッド貼ってたんですけど、これももういらないので剥がしておきます。で中敷きも剥がします。中敷きはこの表面の1枚と、あともう1枚重ねてありますね、薄いのが。この中はですね、この辺、この辺りが釘ですね。内側、中底側からこのヒールをね釘で固定してます。でこの丸いのはあれですね、多分木型の跡ですね。これ鉄板付きの木型を使っていると思います。この鉄板付きの木型、ここにね丸く穴が開いてるんですよ。それがこの模様だと思いますね。いよいよねヒールを剥がしていきます。これヒール剥がしとか、ソール剥がし、これをね使って剥がしていきます。じゃあまずはトップリフトをよいしょ。よいしょ。こんな感じで剥がれました。よいしょ。積み上げが2枚ぐらいですかね。これを剥がします。結構薄いな。1枚目は薄いですね。やばい、ちぎっちゃった。よいしょ。これ2枚目剥がれました。丸く穴が開いてますね。これは軽量化なのかな、クッション性なのかな、なんだろう。よし、穴が開いてますね。これであと薄く1枚ね、鉢巻きがついてますね。よし、この中底から打った釘がねこんな感じで飛び出してます。こんな感じで飛び出てきているので抜きます。こんな感じの釘が刺さってました。よいしょ、ヒールが取れました。じゃあ次はねソールの糸を切って剥がしていきます。糸を切るのは包丁でね切っていきます。どこだ、1ミリぐらいの皮がねかぶさってると思うんで、アウトソールの厚みがね4ミリぐらいあるので、結構ザクザクといっても大丈夫そうです。結構ドブ起こし深いですね。
1ミリか 1.5 ミリぐらいの皮を切ったらだしの湯が見えてきました。このつま先の補修されてる皮を自分でやったかもしれない記憶がないんですけど、自分でやったな確か。この皮を剥がしときます。こんな感じで全体のだしの絵が見えたので切っていきます。こっちはねまだだしの絵が残ってるとこで、こっちが切ったとこですね。白い点がポツポツと見えるんですけど、これもう切れてる糸ですね。糸が全部切れたので剥がしていきます。剥がれるかな。ちなみに本底は切ってて当たり前でしたけど、かなり硬いしっかりした材料でした。お、剥がれますね。アウトソールが外れました。でミッドソールからこんな感じで綺麗に糸がねペコペコ出てます。どうしようかな。このままミッドソールも剥がそうかな。いけるかな。いけた。よいしょ。ミッドソールも取れました。いやこれなかなか面白いですね。今ねアウトソールとミッドソールを取って、これ中底が見えてる状態ですね。まず思ったのが中物が何も入ってない。これミッドソールのこうくっついてたんですけど、まずここについてるこれ見てください。これね、マッキー製法とかで使うウェルトの切れ端ですね。これがここにこうシャンクの押さえとしてくっついてました。でそう中物が全然ないんですよ。ここね僕いつもコルク入れてるんですけど、ここには何も入ってなくて、こんな感じで直接中底でした。中物入れないんですね。匂いは別に普通の皮で、シャンクがこれウッドシャンクですね。スクイニーのピッチはどれくらいなんだ。9ミリ8ミリぐらいですかね。僕がだいたいスクイニーやってるのがそんぐらいなんで同じぐらいですね。でこの靴シングルウェルトなんですよね。シングルウェルトっていうのはウェルトがここからここまでで、出し縫いをねここからここにかけるという、後ろの部分はウェルトを巻いてるんですけど、これは縫い付けずにこういうホッチキスみたいなやつでね留めてます。で僕ウェルトここから縫い始めてここで終わるんですけど、こっから始めてぐるっと巻きつけてここで終わってますね。で上から見るとここほとんど分かんないですね。でパッと見で思う感想としては細部の処理が結構適当だなというね印象がありますね。一番思うのがここですね。ここの釣り込みとその後の処理の感じ結構適当ですよね。この辺のね皮の余り具合とかもなかなか適当だなという感じはしますね。こうやってね表から見てると全然わかんないんですけどね、ここのすくい縫いちょっと失敗しちゃってるんですかね。この辺気になりますね。すくい縫いを切ってみたいと思います。いやこれは非常に興味深い。結構すくい縫いの糸が太いんだな。よしじゃあ切っていきます。じゃあまずシャンク剥がして、このねすくい縫いを切っていきます。その前にここのねタッカーみたいなこのホッチキスを取っていきます。よいしょ。
ぱ手縫いはさすがに強いですね。一目一目がしっかりね糸が締まってるので、こう一針一針しっかり切っていかないといけない。どっか一目切ったらバラララとほどけるみたいなことが全然ないですね。自分の靴をねソール交換したりベルトをね付け直したりっていうことをやったことないんで、まだね自分の靴の耐久性がどんなものなのかっていうのは正直まだあんまり分かんないとこなんですよ。しっかりね作ってるんで絶対大丈夫だと思うんですけど、いやなんかこんだけ頑丈にしっかりくっついてると、普段やってる力を込めてやってるすくい縫いが無駄じゃないんだなっていうね実感できますね。取れました。途中で1箇所切れちゃったんですけどベルトがね取れました。すくい縫いはこんな感じでしたね。で後ろの部分はすくい縫いじゃなくて釘で留めてありますね。これを取っていきます。でこのすくい縫いを抜きつつアッパーを取っていきます。このまま抜けるかな、引っ張れば。ちょっときついか。よし、取れた。中底が取れました。中底とアッパーにね分かれました。もうすごいですね。アッパーは完全に形状記憶してますね。まず中底を見ると、このかかとの部分だけ革が貼ってあります。これは補強なんですかね。こんな革じゃないのか。なんかファイバーみたいなね硬いかかとの補強ですね。で中底はこんな感じでしたね。一般的なやり方でやってますね。ここすくい縫いがちょっと失敗しちゃってますねこの穴あけをミスったのかな、ここわかんないですけど、まあこういうこともあるということですね。で中底の足側はこんな感じでした。でアッパーの方はこんな感じですね。やっぱり釣り込み代が結構ねもうないですね。釣り込んですくい縫いしてからここカットしちゃってるんで、もう一回釣り込み直す時にここのね引っ張り代が少ないです。でつま先の芯とかかとの芯が入ってるので、これを剥がしてみたいと思います。剥がれるかな。よいしょ。よいしょ。まずこれがねつま先の芯ですね。硬いです。それで、このアッパーの裏側についてるサイドについてるこれがねサイドライニングですね。こことあとこっち側のここにもサイドライニングがついてます。サイドライニングごとモカ縫いしてますね。でこのモカ縫いは微妙にね糸が見えてますね。スキンステッチではなく穴あけしてやるタイプと思います。
それで、かかとの芯、これがもうすごく硬いですね。しかも長いですね。こっち側が内側なんですけど、内踏まず側、本当にビスポークレベルに長いのが入ってますね。外側も長いですね。これ剥がれるかな。よし、剥がれました。これが月型芯ですね。かかとの芯です。厚みはそんなにでも厚くないですね。2ミリぐらいかな。2ミリか3ミリぐらいなんで、しっかりちゃんとこれは皮をねすいて、こうグラデーションで薄くして作ってますね。つま先の芯を取ります。取れるかなこれ。よいしょ。よし、取れました。でこの中を見ると、こっちのかかとの方はよいしょ、こんな感じでした。これがビーディングですね。でこのデザイン上の革の切り返し、この部分がここにね重なりが見えてます。特にまあ普通ですね。これはライニングはゴートかな、ヤギ革だと思います多分。こんな感じでね、完全にバラバラになりました。全部分解したものをね並べてみました。ここにあるのがヒールの積み上げですね。これがトップリフトで、積み上げが123枚とあと8巻きがありました。これが本底ですね。一番外の底で、これが合底ミッドソールですね。中間の底ですね。でこれが、中底、これ今すくい縫いの糸がついたままですけど、これとこのねウェルトがすくい糸で縫い合わさってました。でこの中底の上に乗ってたウッドシャンク、木のシャンクと、これがねかかとの補強についてたなんかファイバーっぽい、革じゃないね紙っぽい素材です。ここについてました。それとこれが最初に取った中敷き、これがつま先の芯ですね。これがねかかとの芯で、ここにあるこれが積み上げを固定してた釘と、これがかかとのアッパーの釣り込みをね固定してた釘ですね。それと最後にアッパーとライニングですね。こうやってバラしてみると意外と無材って少ないですよね。はい、というわけでね、シルバーのラッタンジをね分解してみました。完全に分解されました。でやっぱ思ったのは、本当に伝統的な靴作りをしてるので、僕のねやってる靴作りとね全然変わらないですね。この中を見ても逆に驚きがねなかったです。特にまあこうだよねっていうね普通だったので、特にね感動はなかったんですけど、思ったのはこうやってかかとの芯とかつま先の芯とか、あとはまあこの本底とかこういうウェルトとかもそうなんですけど、分解してても負荷をかけてもちぎれたりね破れたりしないんですよ。この本底も全然破れずに綺麗に剥がれたし、このねこういうかかとの芯とか剥がしてもアッパーも全然破けないし、ライニングも全然破けないし、そういうところがねしっかり作るってこういうことだよなっていうふうにね思いましたね。これもうね経年劣化でもう皮がね劣化してボロボロになってるのとかって結構あるんですよ。でもこのラッタンジの靴はね20年以上経ってると思うんですけど、しっかりした作りをしてるからこそ、こうやって分解してもボロボロにならずに、こうやってね元の形をしっかり保ちながらそれぞれのパーツに分かれてくれるっていうねのがあるんでしょうね。いや本当にねそういう靴作りをしたいですよね。でまあここまで分解できたので、この木型を使って釣り込み直しっていうのをねやっていくんですけど、多分ねそんなに簡単にはいかないので準備期間をください。実際ねこの靴を作り直しをし始めるまで
時間がかかると思いますけど、またこの再構築していく動画もぜひ見ていただきたいと思います。ちなみに今カポッとはめてみたんですけど、なんかいけそうな気もする。いけなそうな気はしない確かにやっぱ釣り込みシールちょっと厳しいですけど、ちょっとこれはねいろいろやりようがあるので、どうにかしていけそうな気がします。頑張ります。分解した材料とかはちょっとインスタグラムにまた載せようかなと思うので、よければね見てみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。